皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは少し久しぶりに真面目にですね、日本語教師らしくオンラインレッスンのことについてお話ししていこうかなと思います。で、なんでオンラインレッスンのことについてお話ししようと思ったかというと、私、この前学校教育のプログラムに参加してきて、少し集団授業をしてきたんですね。先生が私一人に対して生徒さんが20人いるクラスで授業をしてきました。で、それでやっぱりオンラインレッスンではプライベートで1対1でやってるんだけど、その1対1のレッスンとは全然違ったんですね。で、一言で言ってしまうと、私はやっぱり1対1が好きでした。もちろん集団授業にもいいところはたくさんあるんだけど、でも日本語を上達させたいっていう意味では、やっぱり1対1の授業ってすごくいいなって感じたので、今日はオンラインレッスンのメリットについてお話ししていこうかなと思います。で、最後にですね、ついに私のプライベートレッスンについてお話ししようと思うので、もし私の授業を受けてみたいなって感じてくれている方は、ぜひ最後まで見ていってくれたら嬉しいです。でもね、今日はちょっとお話が多分長くなってしまうから、皆さん見たいところだけ見てくださいね。では早速始めていきます。では早速一つ目。一つ目に私がやっぱりここオンラインレッスンのいいところだなって思うところは、一人一人に合わせた授業ができるっていうことです。どういうことかというと、やっぱり一人一人ペースが違うじゃないですか。ペースも違うし、間違えるところも違うし、わかるところもわからないところも違う。でも、集団授業だったら、一人一人に合わせて授業をするっていうのが、やっぱりすごく難しかったんですね、実際に。で、やっぱり、この生徒さん、まだ分かってないなって思っても、その生徒さんを助けに行ってしまうと、授業自体遅くなってしまって、他の先生に注意されたりしちゃったんですね。なので、私はそれもあって、やっぱり集団授業だったら、一人一人生徒さんと向き合うことはすごく難しいなって思いました。でも、1対1の授業だったら、わからないところがあったら待つことができるし、わからないところは教えることができるし、そういうふうに皆さんのペースに合わせて一つ一つ授業を進めていけるんですね。それがやっぱりオンラインレッスンのいいところだなって思いました。で、二つ目。二つ目は先生との距離がすごく近いところです。これもね、すごく大切なメリットなんだけど、例えば私の授業ではフリートークレッスンもしてるんだけど、フリートークってさ、ある程度仲が深まらないとちょっと難しいじゃないですか、正直。私も実際に先生と1対1で英語で話せって言われたら、ある程度その先生と仲良くならないと、そんなに話せないと思うんですね。緊張しちゃって。でも、1対1のレッスンだったら、話せば話すほど、お互いのことを少しずつ知ることができるし、心も開くことができるし、そういうふうに、もう友達みたいな感覚で話せるようになると思うんですね。で、そういうふうに友達みたいに話せるようになったら何ができるかというと、皆さんはきっと間違えることを心配しなくなります。間違えてもいいやって思うようになるんですね。
そしたら皆さんも怖くないから、たくさん話すことができます。たくさん話すことができたら、皆さんの日本語力はどんどん上がっていくと私は思ってるんですね。これは3つ目の一番大きなメリットにつながってくるんだけど、私は本当に話すことがとても大切だと思ってます。で、この辺で3つ目話しますね。3つ目は何かというと、一人一人話す時間が圧倒的に長いっていうことです。学校教育、集団授業に比べると、絶対に皆さんが話す時間はとっても多いです。なんでかというと、シンプルにイメージしてほしいんですけど、20分の授業で20人生徒さんが話すとしたら、一人1分じゃないですか。でも、20分の授業で皆さんだけ、一人だけの生徒さんだったら、皆さんがずーっと話すことができますよね。もちろん私も話すから、まるまる皆さんが話すわけじゃないけど、でもそれでも皆さんが話す時間は本当に多いです。これは私自身授業ですごく気をつけてることなんだけど、私は聞く側なんですね。できるだけ。皆さんに話してほしい。もし生徒さんと話してて被っちゃうタイミングがあったとしても、私は絶対に譲るんですね。どうぞって言うんだけど、それはなんでかというと、皆さんに話してほしい。私はね、別にいいんですよ。私のね、話よりも皆さんが話すことがすごく大切。もちろんリスニング力高めたいんですって言われたら私も話すんだけど、多分フリートークに来てくれる多くの人はスピーキング力を高めたい、話せるようになりたいっていう人がほとんどだから、もう生徒さんが7割ぐらい、私3割ぐらい、もうちょっと多いかな。6、4ぐらいかな。皆さんができるだけ話して、私が返す。で、また皆さんが話す。みたいな感じのフリートークをしてます。これができるのは本当に1対1のプライベートレッスンのメリットだなって思ってます。本当に話すことは大事。もちろん、スピーキングの練習をしなくても、外国語はある程度の場所までは行けると思ってるんですね。実際に私も英語を勉強してて、もう一人で勉強してこの辺までは行ったけど、ここから先が行けないんですね。一人だったら。誰かとお話ししないとスピーキング力は上がらない。そういう風に感じることがすごくありました。で、私は前にハロートークっていうアプリを皆さんにおすすめしたと思うんですね。スピーキング力を高めるためにめっちゃいいですよみたいに言ったことがあると思うんですけど、正直もう使ってないです。ごめんなさい、おすすめしたのに。もう本当に使ってなくて。なんでかというと、やっぱり相手が先生じゃないから不安になっちゃうんですね。全然話せないじゃん、この人って思われたらどうしようとか怖くなっちゃって。それが原因でハロートークはやめました。もう全く使ってません。でももちろんハロートークでできた友達もいるから、ハロートーク全部が悪いって言ってるわけではないんだけど、私みたいに人見知りな人とか不安な人は、そういうハロートークとかよりもレッスンが安心かなって思います。なんでかというと、教師になってから思ったんだけど、なんかね、皆さんと話してて、皆さんが日本語を話そうとしてくれていることが嬉しいんですね。だから皆さんが間違ったとしても、そんなひどいことは思うような教師はいないと思います。少なくとも私は絶対にそんな風に思わないし、皆さんができるだけ安心して、なんか変な言い方だけど、間違えてもいいやって思えるような環境、思えるような雰囲気を私は作りたいんですね。
みんなが安心できることが一番大切だと思ってて、安心できたら皆さんの話す量も増えて、皆さんが日本語が上手になるスピードも速くなる。しかも楽しいと思うんですね、授業が。なんか、もうドキドキバクバクしながらする授業よりも、リラックスして友達と話してるような雰囲気でお話できる方が私は好きなんですね。だから、私はそういうのを意識して授業してます。皆さんが楽しめるかどうか。正直私もさ、すっごく人見知りだから、もういつも心臓バクバクしながら、こんにちは、エマですって言うんだけど、でも、やっぱり何回も何回も授業を受けてくれてたら、私もその人のことを知ることができて、安心してたくさんお話できるようになる。だからやっぱりお互いにとってね、安心できる環境っていうのは本当に大切だと思う。それが、一番大きなメリットかな、オンラインレッスンの。やっぱりね、1対1のレッスンは、どんどんお互い心を許していって、お互い、なんて言うんだろう。安心できる。友達のようにお話できるようになると思うから、それが一番のメリットかなって思います。私の生徒さんは本当にみんな個性豊かな方なんだけど、やっぱり人見知りな方、シャイな方もいらっしゃって、でもシャイな方でも今はね、めっちゃ話してくれる。それが嬉しい。日本語教師として嬉しい瞬間なんですね。なんか私が聞かなくても今日どこどこ行ったんだとか今日こんなことしたんだとかみんな話してくれるようになってもうそれがねすごく嬉しいの。私の最近の生きがいです。もうね生徒さんのことみんな大好きで本当に生徒さんと話してる時間が生きてる中で一番楽しい。フリートークレッスンじゃない方もみんないろいろ話してくれて本当に楽しいの。この仕事が大好き。それはもう皆さんのおかげなんだけど本当に。だからね、もう本当にいつもありがとうございます。そんな感じで、とりあえずオンライン授業のメリットについてお話ししたんですけど、今からはですね、私のプライベートレッスンについて少しだけお話ししようと思います。お待たせしました。結構前からね、やりますって言ってたんだけど、全然やってなくて、ちょっとね、忙しいっていうのを理由に先延ばしにしちゃってたんだけど、ついに始めたので、もし皆さん興味があったら聞いていってください。私の授業は2種類あります。フリートークレッスンと文法レッスンの2つです。おすすめはフリートークレッスンです。で、フリートークレッスンは一応30分と1時間があります。でも多分最初の方は皆さんも緊張すると思うし、頭もね、ずっと日本語話してるとすごく疲れちゃうと思うから30分がおすすめです。で、慣れてきたら1時間チャレンジしてみようかなみたいな感じで来てくれたらすごく嬉しいです。で、このフリートークレッスンはもうただただ話します。皆さんが話したいこと、皆さんが聞きたいこと、何でも大丈夫です。で、初心者の方から上級者の方まで大丈夫です。で、もちろん最初のうちは詰まってしまう、なんて言ったらいいかわからないみたいなことがあると思うんですけど、そういう時は私もできるだけ頑張って英語でサポートもできるので、ぜひ安心して来てください。でも私の英語も完璧じゃないので、それはちょっと許してくださいね。でもできるだけ皆さんが安心して話せるような雰囲気を作りたいなって思ってるので、皆さんもちょっと
話してみよっかな、みたいな感じで軽く来てもらえたら嬉しいです。で、もちろん毎週受けないといけないみたいなことはないから、ちょっと暇な時に話そっかな、みたいに思った時に予約してもらったら嬉しいです。一回きりとかでももちろん大丈夫だし、でももし何回も受けてくれたらとても嬉しいです。私もね、少しずつ心を開いてたくさんお話できるようになると思うので、皆さんのフリートークレッスンも楽しいものにどんどんなっていくと思います。皆さんも少しずつ緊張がほぐれると思うので、そういう面でも、たまに受けてくれたら嬉しいです。で、二つ目の文法レッスンですね。これは元気っていう教科書を使って進めます。元気っていう教科書は本当に基礎的なことから始まるので、初心者向けのものになります。で、この授業は1時間のレッスンなんだけど、もしこれを受けたいって思ってくれている方がいたら、ぜひメールで、どのあたりから始めたいですとか、会話は少しできるけど、文法もう少し勉強したいんですとか、一からやり直したいんですとか、皆さんのレベル感っていうのかな。本当に今から始めるっていう段階なのか、ちょっと自分で勉強しましたなのか、そういうのをメールで教えてもらえるとすごく嬉しいです。私もね、できるだけ1回目から皆さんのレベルに合ったものを準備していきたいなって思ってます。皆さんもメールで先に教えてくれたら嬉しいです。で、もちろん先に30分のフリートーク受けてから文法レッスンしたいって思う方もいらっしゃると思うので、それももちろん大歓迎です。個人的にはなんならそっちの方がおすすめで、なんでかというと、多分皆さん私をこうやって動画の中では知ってるけど、実際に話したらどんな人なのかっていうのかわからないじゃないですか。だから怖いと思うんですね。なんか、エマさんと話してみたけど、あんまり話しにくいなって思う方も多分いらっしゃると思うので、そういう意味でも一旦30分のフリートークに来ていただくのが皆さんのためにいいんじゃないかなって思います。お互いいいレッスンを作るためにすごく大切なことになるかなって思うので、もしよかったらまた30分レッスンでお会いできたら嬉しいです。で、30分レッスン飛ばしたいっていう方は、ぜひメールで、何でも送ってください。すごく助かります。はい。では今日はこんな感じで、少し私のプライベートレッスンのことについてお話しさせていただきました。ウェブサイトのリンクを貼っておくので、もし気になる方はそこから覗いてくれたら嬉しいです。ちょっとね、そのサイトが英語だったので、わかりにくいって思ってしまう方もいらっしゃると思うんですけど、一応皆さんがやりたいレッスンを選んで、日にち選んで、時間選んで、お支払いしていただくっていう形になります。で、予約完了したらメールが届きます。そこに Google Meet のリンクが貼ってあるので、そこに時間になったら入ってもらうっていう形です。なので結構シンプルでわかりやすいとは思う。ちょっとね、私の説明が下手すぎるので、皆さん一回サイトに行ってみて、ポンポンって試してみてくれると嬉しいです。では、皆さん本当にここまで聞いてくれてありがとうございました。今日は1対1のオンラインレッスンのメリットと私のプライベートレッスンのことについてお話しさせていただきました。いかがでしたか？楽しんでいただけていたら嬉しいです。では皆さんレッスンでお会いできるのを楽しみにしています。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。